こちらは何でしょうか。ワットノットの、はい、収納ケース。収納ケースをはい縦に収納できる、収納コンテナだっけ、確か。ですよね。うん。もうみんなが使ってるやつのあれですよね。そうそうそう。折りたためてちっちゃくなるやつののを縦にこう2段置ける二段っていうやつっていうラップになってる。これがはい。斜めになるんだ。そうそうそうすごいいいじゃないですか。これ便利ですよね。で、こうなって上もこうなるみたいな感じで。なるほど。じゃあ側だけってどんな感じですか。側だけは確かにでもこれ重ねて使えないのがね。こんなんで、なります。こうか。ほう。あ、結構なんかこんな感じかな。おすごっ。こんな感じ。おお、なるほどなるほど。結構重い？3、4キロあります？軽いですよ結あ、本当ですか。ちょっと持っていいですか。構。はい。ああ、本当だ。まあ、鉄ですよね。鉄ですね。はい。ケースはケースはないです。ないで、このまま。で、5、6千円。5、6千円だった気がします。あ、いいですね。はい。あ、なるほど。そのまま設置できて、そうですそうです。そのまま使える。でなんか別売りで天板が売ってるらしいんですよ。ああ、でも結構最近いろんなとこから出てますよね、天板ね。これ用の天板があって、こういうことか。これだ。こういうことですね。はい。あ、それがこう来ると。なるほど。これが普通に縦乗せでもいいし、斜め乗せでもいけるってやつですね。で、これをおお、いいですね。ありがとうございます。これはこのワットノットの蓋になるんですけど、ハーフサイズなんですよ。見たことないな、ハーフサイズ。で、実はすごい便利で、でここの紐にここをなるほど、そうかかるんだ。引っ掛けて、引っ掛かるかな。引っ掛けて、こっちも引っ掛けると。そうすると、こういう形になるんですけど、これで、これをこう、なるほど。出せて、なんかできる。あ、便利だね。実は半分って便利じゃないですか。いや、半分便利ですね。やっぱ外ね、一段のやつは普通に一枚開けて取ってとかなんだけど、これだとこうやって置けるんで。どこのやつ？これソーラボ。ソーラボ。はい。ソーラボさんのやつで。そうです。で、これもともと色がこんな色じゃなくて、木の色だったんですけど、僕が塗っちゃいました。じゃあ黒はもともとないですね。そう。普通の白木みたいな。そうです。なんかそうですね。板の木目ですね。木目の。でまあこんなんで大した金額も僕覚えてないですけど、そんな高くないです。1000円、2000円、数千円ですよ。なるほど。いいですか。こちらは？こちらはフラットバーナーをビルトインではなく独立させて使えるこういうスタンド。いや、これ僕も実はすげえ気になってて、最近なんか僕はめないのが結構僕の中のブームで、 IGT はめると結構テーブルの上がでしょ。あと跳ねて散らかったり溺れたりとかねあるじゃないですか。でそれもあって使う時だけまあ横にこうやって置いたら使えたらいいなと思っていろいろ探してたら、キャンプギークスっていうところのやつで出ていて、まあ普通のもともとフラットバーナーって足つけられるところに入れてるってやつですよね。そうです。これいいなマジで。すごい便利ですね。質感とかも結構よくできてるんですよね。確かに。でもちゃんとしてる。結構。なんかここにぶら下げる金具とかも売ってませんでした？こう風防が。風防も売ってますよね。ありますよね。確か。それそう。キャンプギークス。風防がつくタイプだ。ちなみになんかアマゾンの安い同じ形のやつがあるんだけど、それは結構評価悪くてすぐぶっ壊れるっていう書いてあった。なるほど。のでやっぱこれはでも本当ちゃんとしてる。しっかりしてます。こちらはですね、通称魔法瓶ブランケットと言われているもので、僕クラウドファンディングで見つけて、今はなんか一般的にもう通常販売されてるらしいんですけど、この中に何層だったかな、ちょっとそれはホームページ見ていただくと見たことある。本当ですか？ネットで。そうで、
普通にブランケット、これ一番大きいサイズなんですけど、まあこうやってベッドに寝具にかけてもいいし、こういう風に羽織ることもできる。ああ、なるほどね。ボタンがついてる。ああ、本当だ本当だ。普通にね、肩にかけてで覆うこともできる。そう。これでここでパチンとこう。おお、なるほどね。このボタンが止まると。いいね。で、だいぶあったかいっていうこと。これは相当あったかいですね。実際家でも膝掛けに使ったりとか、ソファーの上で寝ちゃうぐらい。ここのメーカーの方が有名なの？ここがなんかそのメーカーらしいんですよ。魔法瓶ブランケット。中が何層かの層になってるらしくて、でもちろん家で洗濯もできるし。ああ、そうなんだ。はい。じゃあこれ1個持ってたらなんかいろいろアウトドアでもいけると思う。まあ色、だからこの間友人が突然キャンプしてる時に来たんですけど、何の装備もなしに来ちゃったんですよ。それやばいね。これ貸してあげたらもうぐっすりね、車中泊で。これ1枚で寝れたんです。そんなあったかいんだ。これおすすめ。ありがとうございます。サイズはいくつかなんかね、3種類ぐらいあるみたいです。ああ、じゃあシングルとか。そう。これはね L だったかな。XL か L か。ああ、そういう感じ。SM。これ C&CPH ってなんかよくギアケース作ってる会社だったと思うんですけど、なんかそこがなんかマドラー型のペグ型のマドラーを出していて、なんか今いろんな色出てるみたいな。たまたま僕が目にしたのがシックだったんですけど。これいいな。可愛いっすよね。可愛い可愛い。おお、ペグじゃん。そうなんですよ。ペグだよ。これ結構なんか流行りそうな気がするんだけど。これ使ってる人いる結構。結構最近ここ半年ぐらいじゃない？可愛い。いいよね。マドラーでこういうのは。引っ掛けられる。そう、引っ掛けられるのがいいよね。どっか。素晴らしい。なんかいろいろお店がコラボしてお店の名前入れたやつとか、多分ダブルネームとかでやってるとこ結構あるみたい。さあこちらは何でしょう。ポストジェネラルのこれホースハンガー。そう、要は2つ並べて板を置くと作業台になりますよっていうところからなるほどなるほど。まあこう上にグラスとかランタンとか乗せてもいいし。これちっちゃくなるんですか？ちっちゃくなるほどね。ポストジェネラルってやっぱデザイン可愛いんだよね。ついで。なるほど。ちゃんと。ケースはなし。ケースあります。あるんだ。ケースあってまくってそうするだけ。これだけ。はい。おお。なるほど。手元からこれはもうついてるのにもう備え付け。備え付け。まあ上に物乗せられるのはやっぱりインディアンハンガーと違っていいよね。ここは。ここね、しっかりここがね、ゴムがついてるっていうね。ここはちゃんと物乗せるようにとかバンがずれないようにだろうね。これは何ですか？これはクリッパーっていうやつで人感センサーライトになります。これ普通のホームセンターでも売ってるやつですじゃなくて、これアウトドア用ですか？アウトドアでもそうですし、ホームセンターでも売ってます。ただホームセンターで売ってるのは、タイプ C で充電できないものとかが多いので、ソーラー充電とタイプ C で充電できる。あ、これですか？はい。ソーラーはどこですか？ソーラーは後ろに。お、すごっ。ここでタイプ C がここに充電。でソーラーで、ある程度してくれます？してます。だ人感だから夜夜それでパッてやったら、出会いするときちょうどついてくれて、そうですね。足元照らしてくれるって、いいかもしれないですね。でガイロープ張ってるところだと、ガイロープ夜見えないとか、そういうとかカバーこう当てるんで、どこに足つまずいたりとかそういうの。そこにもつけてんだ。あと防犯よけとかにもなります。確かに。まあ誰か近づいてきたらわかりますよね。最近でも使ってる人多いですよ。本当ですか？これ？はい。人感センサー。明るいうちはつかない。やっぱ暗くなったら暗くなって。
ホームセンターのだと1980円とかそんなもんだと思います。さあこれはあれですね、ネイチャートーンズのですね、これもともとあるそうです。でこれ一応3代目のやつのタイプ3、タイプ3最近出たやつ。最近出て何が変わったとかって今回の出てるやつで新しくなってるのは、多分ここのブロンズに変わってる、色がね、ブロンズに変わってるのと、ここれドリンクを出した時に、こう物をここに置いて、これを閉じれる。いやこれマジいいね。一回置いとけるっていう。そう置いとけるっていう。クーラーボックで下のものとかを欲しい時は一回ここにだから出して、ああなるほどね。こう出して、あららら。で物を今日何食べるか分かっちゃいますね。ね。素晴らしい。いやかなり考えられてる。でもやっぱネイチャートーンズさんのやつすげえ考えられてる。めちゃめちゃあると思う。であそこに栓抜きもついてる。そう。ここに栓抜き。ですよね。結構ちっちゃくなるんですかこれって。これちっちゃくなります。横枠もこの大きさなんですけど、厚みはこんなもんです。厚みこんなもん。いやここの高さ結構絶妙じゃない。このサイズのクーラーボックスにちょうどいい高さだね多分。確かにクーラーボックス奥の方の取るの大変なんですよね。こちらはピーコックのものですね。で一応今の時期なんかも氷を入れてて、でこんな感じなんですけど、これ今2キロの氷。これすごいね。全く溶けてないじゃないですか。まあもう寒いっていうのもあるけど、夏でも使ってたんですけど溶けてないんです。二重構造、なんか多分二重構造ですよね。で一回保冷剤入れてアイスを入れてたんですけど大丈夫でした。夏でも。夏でも。まあでも普通にクーラーボックスとしても使えますよね。使えますね。氷はい。入れて。いやいい。すごい丈夫。すごい丈夫。いや重いよだって。でこれはどこのやつですか？ボーンフラッグさん。ボーンフラッグ。韓国ですよね。これ結構今流行ってるというか、そうですね。インスタ界隈とかでよく見るやつですよね。まあベッドの他にソファーもあったりして。シングルとダブルがあって、ダブルの方で。じゃあもうこのお二人でこれで。そうです。やば。最高寝心地です。完全にこれベッドじゃないですか。うわいいっすね。これで普通にこの上から寝袋かけて寝てる感じ。そうですね。はい。もう底冷えも全然。そうですね。意外とないですね。で下のこのグランドシートもこれもついてる。付属してるんで。ああなるほど。じゃあ全然そのまま敷けるんだ。そうです。まあでもまずそもそもデザインがかっこいいですよね。そうですね。であとここにポンプが内蔵されてるんで、でエア抜くときはここでもう一気に抜けるんですけど、いいですかいいですか。一応こここんな感じで、もうこれでどんどん沈んでいくんで。で入れるときは？入れるときはここで、もうこれ自動で。うわ今流行りの。もう5分ぐらいでも膨らむんでパンパンに。でそこが外せて、そうです。で外せてこれで充電。充電で。こうか。タイプ C で。タイプ C で。こう感じですね。めちゃめちゃいい。サイズちっちゃくなった時のサイズ感どんなもんですか？わあ、そこそこ大きい。まあでも大きいですけど、2人でキャンプしてるんで、いつもはそのコット2個にインフレーターマットにって持ってく容量考えたら同じぐらいです。ああなるほど。正直。ぺったんこになって丸めるって感じ。そうです。テントより大きくないかなって感じです。ああなるほどなるほどなるほど。でもこれ使っちゃったら他は使えないって感じ。使えないですね。うわ想像以上にすごいしっかりしてる。
それでもまだ空気全然抜けてる方っすね。もうこれいいじゃん。まあ自分の好みに合わせてうん、貼り心地。ボンフラッグ。前週にああいうループとかついてるんですよ。ああ、なんかぶら下げ物かけたりとか、はいはいゴールゼロつけたりとか。はいはい。 200×150 150。で耐荷重300。買いだと思います僕らは。アルミ削り出しなんですよこれ。うん。AP がキッチンペーパーホルダーってことですね。ああ。108さんと337キャンプさんです。コラボしてる。裏面にマグネットで、おお、なるほどね。マグネットついてて、はいはいはい。で僕このオフィステーブルの横につけたくて、横にこういう鉄製のフックつけてこれつけてるんですけど、これ別です。自分がこう用意してつけたんですけど、まあどこでも車の脇でもくっつくんで。ああ、そうか。そうです。もうそっちのマグネットはもともとついてる。これはもうもともとこういう状態で売られてますね。じゃあなんかつけて使うようなやつなんですね。そうですね。何かしらによくでもシェルコンの脇にシェルコンでもつく。そうです。シェルコンの脇につけるのが結構なるほどなるほど。みんなやってますね。でそれがパチッとついて。そうですね。でもうここバネ式になってるんで。はい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 。でコストコサイズの。はいはいはい。あ、ちょうどコストコサイズ。そうですね。コストコサイズのキッチンペーパーで。この要領としてはトイレットペーパーの芯入れるみたいな感じなんですよね。感覚的にこんな感じで使えますね。あ、でもすげえめちゃめちゃ使いやすそう。俺は使いやすい。いろんなところでまあ使えるんで。推しですかこれ最近。これ結構いいですね。あ、ちゃんとすげえしっかりしてる。しっかりしてるんですよ。かなり。アルミ傷いたし。そうっす。これまあこんな感じで。でもコンパクトなんで薄いんで、確かにもうどこでも確かにこのまま持ち運べてるんで、重さも結構こんな感じで、あ、ごめんなさい。まあまあちょっとずっしり。すごいしっかりしてるからちゃんとしてる。アルミ傷いたしから。まあ黒系好きな人ね。まあまあそうっすね。まあ刺さるデザインですよね。